さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。ドリアンよりじゃん、カンジャンキじゃん。今日のお前はジャンプマスターって言いたいだけのさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、おっちょこぎょい。よくわかんないけど、こうぎょい。わかんないのに返事するなよ。わかんないこと聞けよ。はい、ということで今回こちらです。全色。それは前のワークね。全色と書いて全色。はい、ということで今回やっていく企画はこちら。プロの絵師が1枚のイラストにコピック全358色使ってお絵描きしてみた。暗い夢。いやもう皆さん先日こちらの動画、こちらの動画とこちらの動画、そしてこちらの動画を全部こっちにやります。で残ったのがこちらです。じゃないのよ別に。謎の箱ね。はい、衝撃よ。恐ろしいです。ドンドンドン。うわー、今年も豊作畑で育てたわけじゃないのよ。こちらなんとコピック公式様からコピック全色いただきました。そんなことある、っていうことだよね。はい、前回はねインクアートにこれでチャレンジさせていただいたんですが、今回はコピックを贅沢にも全色を必ず絵の中で1回使わなきゃいけないという、いやそう贅沢チャレンジ。ここやべえんだ。ほら黒だけでもこんなにあるし、そう色のバリエーションがすごいので、まあだからね今回はそれを今から皆さんにお見せしていこうかなと。はい、3色マーカーチャレンジってあるじゃないですか。あ、そうね。絶対にね3色マーカーチャレンジの方が簡単なんですよ。なぜなら3色で表現するっていうもうルールがあるから。いやなかなかないよ、110倍になること。いや本当よ。むしろやばいですよ。だから358色使える線画をまず描かなきゃいけないと、海の絵とかにしちゃったらもうここで終わっちゃうから。ここで終わっちゃうから、だからちゃんとカラフルをそうなんです想定した絵じゃないといけない。そう、ちゃんとカラフルになるというものをね考えながら今からねちょっと線画のまずラフをね、いくつか描いていこうかなと。そうですね、すごーい。緑はなんかちょっと美味しそう。全部オクラに見える。さやさんオクラ大好き。どうしてこんなオクラが好きになったんだろうか。この動画で解き明かしていこうかな。一個ずつさコピックを片付けながら意味不明なこと言わないで。さあではですね今からオクラの秘密を解き明かしていこうと思います。やっていこうと思いますって言った？言ってない。オクラの秘密しか言ってないよね。オクラの秘密解き明かしていこうと思います。はい、やっていきましょう。いやはい、で今から10分ずつで3回線絞り出してくださいよ。そこで出てきたラフからカラフルイラストを描くための線画をまず作っていくと。はい、じゃあ最初の10分間、まずラフ1つ目。これを押したら始まっちまう。やだ、そんなのやだ。嫌なんかじゃない。前向き。よっしゃ、いきますか。まあでもまずね、今さ、ねえでもまずねってさ、ねえでもまずね。最近さ思ったの、なんか格別にさ涙もろいなって。あ、もう泣きそう。何が何を見たの？先日ね、さやさんね、ちょっとお友達と久しぶりに会いに行ったんですよ。電車に乗ってその子ん家行ったんですけど、さやさん席に座って目の前におじさんが立ったの。すごい真面目そうなおじさんなんだけど、リュックにさ海遊館だっけの可愛いカピバラのねぬいぐるみバッジがついてて、ギャップがあって、あ、こういうのつける人なんだなって思ったんだけど、でもなんでつけてるのかなと思ったら、きっとその海遊館にものすごくいい思い出があって、いい思い出だったからせっかくだからここでお土産で買ってカバンにつけてるんだなと思ったら、このおじさんにはすごく素敵な思い出があるんだなって思ったら、なんか電車の中で泣けてきちゃって。想像力豊かすぎないそれ。なんでストーリー作ってんの？おじさんよかったね。動画撮ってんじゃないの？電車の中で一人でなんかうつむいてしまったよね。どういう仕組みそれ？でもやっぱなんかこうさねね怖い。なんか急に笑い出したんだけど。じゃあなんかねって言った後にさ、何がと思っちゃう。自分で今思っちゃう。何が。でもゲイさんって大体そうだよ。言ってることよくわかんないよ。あるよ。あるね。あるんだ。
なんかこうカタツムリは許せるけどナメクジはちょっとなーっていう感じ。わかる？でもかわいそうじゃない？もしかしたらカタツムリになりたかったナメクジもいるかもしれない。なんで空の有無でそんな言われなきゃあかんのと思ってる。多分思ってるよ。昔から疑問なんだけどさ、絶対同じ疑問でしょって思う？違う生き物だから怒られるよ、カタツムリ専門家に。結構いらっしゃるよね。だって私がいた高校にいたもん。私が通ってた高校にカタツムリの研究の権威の日本2位の人がいた。大丈夫？その情報さ、見バレ？それ多分その先生からバレてかない？カタツムリ日本1位と2位ってどうやって決めるんだ？気づいた？私もそれ聞いた時どうやって決めるんだろうって思った。カタツムリ権威の1位と2位はどう決まるんだろう？大会とかあるのかな？分かんない。順位とかあるの？カタツムリの話で終わったね。でっかいカタツムリかここに。はい、はい、ということでまず最初の10分間1個目ラフせーのでドン。なんかお互いごちゃごちゃしてますね、随分。はい、これは膝のショタです。膝のショタっていうのショタでいいよね。なんだ膝のショタってこれはカラフルカタツムリたちを従えている。カタツムリ書いてたんだ。そう、これで、全部カタツムリこういっぱいで、なんかこの辺になんかこうジャンクっていうかゴミみたいなのがいっぱい落ちてて、でいっぱい信号機があって、これ信号機カラフルなの、いろんな色なの。なるほどね。で奥にとても巨大カタツムリがいる。それが名前。とても巨大カタツムリ。そう、とても巨大カタツムリ、通称 TK と言われている。やかましいな。なるほどね。それで色を使っていこうで魂胆ね。いや、そういうことですよ。とても巨大カタツムリで、それとこのお友達の少年、いつか人類にこの子たちを従えて攻め込んだ。何があったんでしょうね。地球を汚した罪だっつって。でけえな。そう、テーマは重い。環境破壊。ゲさん何？これ僕のは謎の惑星にたどり着いたところで探査機に乗ったね、この探査員たちが丸い形状のさポットみたいなのに乗って探索してる中にカラフルクリスタルですよ、ここ。全部クリスタル。今この子は適当なとこで出会った鳥さんです。鳥さんで、この鳥さんは本来この星に住んでいる何でもない鳥さんなんだけど、こいつをめぐって後に争いが起きる。切ない。この星の力の源であるクリスタルから生まれた全知全能の鳥さんなの。これ虹色に光る鳥です。まあ1個目はこんな感じですね。はい、おー、いいですね。素晴らしい。まあ大変そうだな、書くのどっちにしても、今ね。じゃあまあ次のいきますか。はい、じゃあなんかぬるっと始まった第2回戦、次の10分どうしようかな。なんか違うタイプの絵なんですけど。やば、かぶった。それもしかしてフラワー？やめてやめて。それもしかしてフラワー？発想力短絡的やめて。それってフラワー？ノーフラワー。ノーフラワー？いやフラワー。地球では花とも呼ぶかもね。多言語多言語ってか多声語。まあ妹と会ったんですよ。はい。そう、妹と会う直前にさ、なんかちょうどこう家の片付けしててさ、卒業文集とかが出てきて、妹にもさ、なんかお前卒業文集とか何書いてたとかって話した。卒業文集のさテーマとかってなんかこう将来の夢とかさ、将来何したいとかっていうテーマが結構あったりするじゃない。周りのお友達はなんか何々やりたいですとか、こういうとこ行きたいですとか、そういう未来の話をしてたらしいよ。で、妹はね、何かしら働いてればそれでいいですって書いてあったんだって。達観しすぎじゃないそれ。もっと夢があるじゃない。そうで、その年代で自分のところを見て、うわ夢なって思ったんだって。で、ついだったから高校の時から仲がいいそのお友達の卒業文集見たら、なんか卒業できればそれでいいですって。もっと達観してるじゃん。何したのよ。そんななんか悪事働いた？そことそこが今も仲いいっていうか、なんか納得しちゃうね。似た感性だったんでしょうね。どんどんハードル下がってたんで。でもね、すごい現実主義者だから。そうね。超現実主義だから。お姉ちゃんプワンプワンなのに。そうだからよくおうちの親が言うの、同じ親からね育ってね、どうしてこんなにね性格が変わったんだろうなって話するんだけど、私の環境にはお姉ちゃんとかいなかったけど、そう妹には私というさ、いたんだ。新しいファクターがあるじゃない。だから違うのってそこだけだから。育ってきた環境で違うのってさやがいるかいないかって。そうそう、だからいたがためにこうなったということは、多分すごい反面教師だったんでしょうね。こうなっちゃいけない、こうなっちゃいけないみたいな。いや、なりたくない、嫌だ嫌だ。納得。最近ね、カエルちゃんのチャンネルをね、カエルちゃん飼ってる人のね、そうチャンネルをね2人で見ててね、オタマジャクシからさカエルに変わっていく姿、あれ超不思議だったよね。早くないお前ね。どうするゲイさん、一晩でさやの手一本増えてたらびっくりするよね。そう、一晩で変わるんだよ。そのスピード感なんだよね。なんかそうそうそう。なんかさ、1日目はまださオタマジャクシだなって感じだったのに、もう2日目からさ果てしなくカエルになってて、あれびっくりしたよね。どうするゲイさん、朝起きてさやさん緑だったら。
愉快す愉快ぎね。ゲさんの好きな展開だね。確かに朝起きたら何とかが何だか結構衝撃的な姿になってたって、すごい好き。朝起きて妻がカエルになろうとしていたんで、せめてなってから見つけさせてほしいよね。ちょっとお茶まじゃくしなちょっとまだおたまじゃくしすごい嫌だ。嫌だよね。サム嫌だもん、恥ずかしいもん。いっそなってから見てほしかった。確かに、さあということで2回戦目というか2個目のラフですね、はい、昔からよく言われるコメントなんだけど、1回戦2回戦って誰と戦ってるんですかってすごい言われる。自分かっけえ己とな己と戦ってるはいということで2回戦目、はい、せーのでばんでじゃーん。はいはいはい、ごめんなさい、なんか僕すごい完全にミニラフみたいになっちゃった。なんでシリーズなのでもこれちょっと中途半端な巨大形みたいな。でもどっちにしろ TK だから。いやわかんない、 CK かもしれない。さっきのは TK で、こっちは CK。 そう、これお風呂、男の子と、CK が一緒に入ってて、でお風呂にいっぱいお花が入ってる。おお、なるほどね。このお花で色数を稼いでる。言うと思ったよ。この企画を多分思いついた時にほぼ全部の絵描きが一旦花いけるんじゃねって思うと思う。お花は地球の宝だよでこっちのシャボン玉と、あとなんかこの辺にツタ。シャボン玉ってさ、トライ用によっちゃレインボーというかさ、シャボン玉の反射によっては結構いい感じの色になるし。なるほど。はい。ゲイさんもなんか噂によるとなんかこれ地球語でフラワーらしい。地球語で花ですね。こうやって祈っている感情のない、僕のよく描くねメカの女の子なんだけど、ここはモノクロ。そう。ここの真ん中はモノクロで、周りにある花はめっちゃカラフルみたいな。バカクソカラフルだから色がついてるのはこの花たちにのみっていう感じだと、結構カラフルとこのモノクロの差がついてかっこいいイラストになるんじゃないかな。じゃあ今回はなんかお題花になったね。今回確かになんか花っていうお題になったね、勝手にね。じゃあ次行きますか。行きますか。次のカタツムリでもお楽しみに。はい、それでは残り10分やっていこうと思います。どうしたの？その声聞くとすごいマータスさん思い出すんだよ。だってマータスさん意識してますもん。意識してんだあの声すごい好きなの。あの声いいよ。それじゃあ行きます。やめてもう多方面から怒られそう。本当にね。帰れ。でもどうしようかな。ネタ切れ。嘘早っ。ここでインビジブルーマー、私実はインビジブルーマーはすごく極彩色なんだけど、みんなには見えないっていう悲劇を使うしかないかも。悲劇だなそれ。だとしてもじゃあどうやって使うのコピックを、その全色。使ってるけど見えないんだよみんな。そういうインクじゃねえからコピックインク。カラフルなイラストって難しいよね。ね、大丈夫だ、2枚ちゃんと出せたんだ。もう1枚も出せるはずだ。出せる気ないウサギ出てきたよ。全然出せないよそいつ。お米ふざけないで。何書こうかな。どうしよう。べっちゃん見て、あと5分しかない。何ずっと下が透けてるじゃん。今日も最近なんかね、僕朝起きてチーム夏目さんちの朝会始まる前、かつさやも起きる前、だいたい1時間ぐらいを割と僕最近ね落書きする時間にしてて。いやいいことだよね。なんかねずっと落書きする時間取れてなかったから。さやさんも仕事中によく落書きしてるよ。仕事中にすんなよ。一番楽しいやつじゃん。でも後で後悔するやつですよ。仕事進まなくて。何も終わってなくてね。やめた。やめたんかい。残り2分30秒でやめたは結構勇者。勇者だね。何も書けなくない？それもやばくない？やばいね。あと54秒です。やばいね。ホラーになっちゃった。ホラーになっちゃった。あとこれ54秒ってこともホラーだけど、それ以上に絵もホラーになっちゃった。どういうこと？なんでホラーにすんの？なっちゃったんだもん。どうしよう。こんな怖い絵さえ描けないよ。なんか曲だけで大団円出そうとしないで。助けて。盛り上がんない。終わったけど。さあということで最後の第3ラフ目、はい、いきます。せーの。でだん。あら、ゲイさんの可愛いわね。そう、これはね、頭はいろんななんか海外のドゥードゥルアートばりにこうみちみちっとこの敷き詰められた肝生物たち。可愛い。でこの辺は目か。
この後ろはめちゃくちゃゴミ山みたいなところで、これなんか女の子に何かを加えさせたかったっていう欲望だけで描いただけなんで、これ何なんだかわかんないね。なんかパイプみたいな。かばやきさん太郎じゃない？なんでよこういうパイプでもいいんだけど。あー確かに須田子さん太郎でも良さそう。なんで加えるのよただ全色いけるのかっていうとちょっと際どいラインになってくるんだけど、肌の色はちゃんと普通に塗ってね。そうで周りがカラフルみたいな。いいね。でねさんすごい困っちゃったんだけどこれどうしたの？これ何に困ってんの？これね結婚式なんだけど、今までのシリーズは全部同じ男の子だったということにして、はい、一番最初はでっかいカタツムリ、2番目は中途半端な大きさのカタツムリとカタツムリと一緒にいて、そのうちの一人のメスカタツムリに見初められて、実はでもそいつは宇宙人で、そうカタツムリの星に連れて行かれて、今これたくさんのリンゴの中に飾り付けられて、これカタツムリ星人たちがこう周りを固めていて怖いそう顔が怖いこいつ。今からこのカタツムリちゃんと結婚させられるっていうシーンです、めちゃくちゃ怖いじゃんあったね銀玉でそんな話。この男の子最後そうなっちゃうね。仲良さそうにしてたのカタツムリとそう一緒にお風呂入ったりとかしてたのに。そう怖っね。人生何があるかわからないというか書いてあげてほしいよ。なんならもうちゃんと最後までここで終わられたらなんか後味悪いわはい、ということで、こちらで3個ね、もうバッとこう考えてみましたけど、とりあえず1つ目はね、こういうクリスタルの洞窟のとこにいる探検家たち、あとなんか野生の信号機たちですね、もうすでにいるけどね、とても巨大カタツムリで、これは2個目はなんかお花がね、互いに花、お花のお風呂に入ってる少年と中途半端カタツムリの CK とモノクロのねメカ少女と周りにあるカラフルで今のこれね。いやどれにしたいか、まあちょっとこれをこの後ちょっとね調整しながら、そうね、線画に起こして線画に起こしていって、そこからですよ、全色で塗りまくると。さあどんな絵になってしまうのか全然想像つかないな。ねえ、よし線画作るよ、頑張ってこさあということでこちらが線画になります。描きました。描いてきましたよ線画。いやちょっとごめんなさいね、皆さんちょっと集合体恐怖症の方が確かにさやさんのふわっとするかもしれないで線画作ったものをコピー用紙に、B4 サイズに拡大して、ちょっとねでかくないとやっぱりむずいかなと思って、今回たくさん色使うので、やばいです今ここにもうずらっと今並んでる。ちょっとみんな見てほしい。このずらりと並んだコピックたちを見てほしい。ごめんなさい iPhone 撮影で失礼しますけど、もうすごないで、あとこれそうね、公式さんのページにあったやつかなこれ、公式さんのページにあった、これにチェックつけていきながら、ちゃんと全色使ったかどうかはね、そうやっていきたいと思います。地獄なのは最後の最後でこの色使うの忘れてたっつって絶対使いたくない色が来るパターン。やばい濃いめの赤とか濃いめの緑とかがそういうのが出やすいので、やばいね、怯えていきましょう。それではやっていきましょう。いくよー。もう一気にここからタイムラプスどうぞ。さあ始まりました、コピック全色使い選手権。選手権長い旅の始まりだぜ。でもまあ塗りやすいところからお互い塗ってる感じはあるけどね。いやそうなんだけど、いやねゲンさんね、なんかねこれ塗ってる時に、女の子は最後ご褒美として取っとくって今これも途中でやめますね。途中でやめるんですよ。でもねせいさんもうここしか描くとこなくてそっからもう塗っちゃってんのね。楽しいところから。そうなの、好きなものは最初に食べるタイプだったわ。ほら僕もう下の植物を先にここで BG 系と G 系をすべて使っていこうと。いやもうね、最初はね1個ずつちゃんと棚に返したんですけどね、もうね出しっぱなしよね。出しっぱなしよね。でもねこれ本当にいろんな色があるから淡い感じでじわじわと濃淡つけられるから本当に楽しいですね。うわ下の方にグリーン全部使ってる。いやもうそうよ、YG ちょっと黄色がかった緑と緑系とちょっと BG ってブルーがかった緑をもうここもうツタ全部さやさんが喋ってるで僕はビビット系全部使い切りましたよ。強いないやもうビビット系どうしようと思ってたよ。逆に僕はそっちのが良かった、嬉しかった。よくデジタルでギャンギャンな色いつも塗ってるから、こういうねコピックの発色のいいギャン系の色がお気に入り。F シリーズマジ好き。いやそうあんな蛍光色あったんだって、やっぱり発見だったわね。この男の子もねすごいところに埋められて、なんかかわいそうなところに、でゲンさんはもうどんどんここにもうねグレー系をねこれでもかと
もグレーかそれはみたいな。もうゲンさんここグレージャンキーになってたもんね、グレーまだあんだけどつってそう後ろにレッドの花をはいたくさん添えて、でさもうゲンさんがレッドを始めたので使わなきゃってなってる。そうやべえと思ってもう壁赤にしようっつってねちょっと真っ赤な壁にしました、いやでも本当にねこれコピー用紙に塗ってるんだけど、コピー用紙はね下に色が落としやすいのでそうそう、なんか万が一って結構ね一瞬ね液漏れしちゃったりとかもあったんだけど、吸い取れるよね。そう上から重ねちゃえば下に落ちてくれるので、そんなテクニックもちょこっとつけて、まああとは地獄の E タイムが今さやの方で始まって終わりましたね。E タイムはカタツムリの殻に込めました、もう全部入れてます。濃い茶色も薄い茶色も。さあもうラストスパートということで経過時間10時間ぐらいは経ってるんじゃないでしょうか。うわこれで完成。そうかな。ということでコピック358色全部使ったイラスト終わりました。いやー苦戦したよ。苦戦したも全然隠れてない、隠れてないめちゃめちゃでかいです。せーのでどんとはい終わった。いやお互いいい感じになったんじゃないでしょうか、ね、お互いなんかこう今まで使わなかった色使ってる感ありますよね。ある、緑部類全部入れたもんここに。いやもうそういうことになってくるのよ。いやそうもう緑のところには緑の仲間たちを全員ぶっ込むみたいな感じで、いや僕もだってここ黒と紫シリーズがここに集約されてる。でもすごいにじみきれい。なんかこんなにいっぱいこの色の種類あったんだみたいな。そうなんですよね。灰色おおってなったもんね。いやもう今回こんな感じでね、こんな感じでチェックつけながら、ちゃんと全色使った、知ってたみんな。灰色ってこんないっぱいあるんだよ。するよね。ほら見て、このコピックこんなに灰色使ったことなかった。いやそう、どこに使おうってすごい悩んで、ここにこの細いところにめっちゃ重ねたからね。多分ここ灰色だけでね15色ぐらい使ってるのこの4本。なんでその贅沢な4本一応ラフだとさやはもう元々のラフそのまんま。僕ちょっと今回案が2案目と3案目を合体したみたいな感じになりました。いやそうだね。最近ちょっと僕謎生物一緒に書いてること多いんだけど、オムナメクジです。オムナメクジ？ちょっとかぶっちゃじゃん。カタツムリとナメちゃんで。そうなのよ。ただちょっと目がやっぱり気に入らなかったのよ。こちらですね。ちょっと修正版。ちょっと修正版で顔の影の落とし具合をちょっと調整したのと、お目目を変えました。完成版を一応僕こっちにしたい。大丈夫。358色をちゃんと使ったという事実は消えない。事実は消えませんね。ゲンさんがもうゲヘゲヘ言いながらね、僕はここで全部の色を使うんだみたいな。いやそうと思ってたんだけどね、ここだけじゃ難しかったねやっぱね。ということで今回コピックさんにいただいた358色一気に全部使ってみましたということで。ちなみに12、3時間かかってますけどね。そうね。塗るのに12、3時間かかっちゃいましたね。頑張った。ほんと今回使ったことない色を無理やり使ってみて、この色いいなっていうのがいっぱいあった。BG の07おすすめです。さあどこに使ったでしょう。PG の0よくわかったね。やっぱそうだね。そうこんな感じの色ですね。このぐらいの色だなと思って。でちなみに僕は R02 とかレッド系の薄いのを制服のこの青と一緒に混ぜてみたら結構いい感じになったのでお気に入りです。結構発見があったので、いやこれはやってよかったですね。皆さんもねさすがに358色全部でやるっていうのはあれですけど、今持ってるコピック全部使ってみるとか、今持ってるマーカーペン全部でやってみるとか、あえて逆縛り、そう逆縛り、全部使わなきゃいけないってやると新たな発見があるかもしれないので、ぜひやってみてください。やってみてください。いやまあ皆さんね6月で梅雨になったらね、お風呂にこいつが出てきますので、怖すぎるクソ怖えなこいつ。ちょっと生めかしいのがまた嫌なの。ちょっとね思ったより唇がツヤツヤになってしまう。そうあとしかもさめちゃめちゃちゃんと光ってるからさ、なんか存在感すごいね